一つずつ丁寧にやることがこだわりかなと思います。ありがとうございました。こちらの茶色いのは、これですか？はい。食用胚芽って小麦の外側の部分あるじゃないですか。それを取って、でそれをローストして粉末にしたやつです。ローストされることによって美味しくなる。香りが良くなる。
7時頃からでしたけど、何時頃までずっとやられるんですか？閉店までで19時まで。す。そうですね、10時20時ぐらいに寝てって感じですか？いや、寝るんは9時半ぐらいです。本当に2時間ちょっとぐらいしか寝てないってことですか？ 2時間ちょっとぐらいですね、大体。
難しい。
いう精神中央にあるパン屋さんに配送になります。どれぐらいの量持っていかれるんですか？平日はだいたい商品4、5個ずつぐらいここにあるような。ほとんどの種類を。そうですね、大体は。はい、お願いします。ありがとうございます。お店はよく来られるんですか？はいですね、毎週のようにだいたい週末に来るんですけど、今日はちょっと朝時間があったので、家が近所なのと、とにかくパンが美味しいので、あとはカスクードなんかこれは毎回買ってます。これが一番好きです。甘いクロワッサンですね。グリルかな。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。はい、ありがとう。はい、すいません。はい、すいません。ありがとうございます。すいません。
あ、どうもありがとうございます。お答えいただければと思います。さあ、そして、出るかな。ありがとうございます。ございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、わかりました。2309円になります。ありがとうございました。
これがレーズンとイチジクのウインナーカレーですかね。だこれ外側がクロワッサンみたいな感じのカリッとした生地で、中がしっかりしたウインナーが一つボンと入ってて、これも好きな一つですで週に1回ぐらい来てるかもしれないですね。はい。ハード系のパンが結構好きなんで、クロワッサン系とか外のカリカリ感他と比べてもすごく美味しいですね。一つ一つがボリュームあるんで食べ応えがあって、はい、美味しいですはい、ありがとうございます。ありがとうございます。調理師やって元職場の園児と同僚たちです。小学校中学校なんでもうなんかほとんどが知ってる人みたいな感じ。お客さんが保護者だったりみたいな。なんかもうこれでこの格好で学校とか行くと知ってるって言われてでも地域密着な感じ。そうですね、かなりご主人はどういった方なんですか？なんか家とかも結構綺麗好きで、パンにも出てるかなっていう。で国事元です。ありがとうございます。最近知ったので、でそれからは割と、昨日の、購入されなかったものを今日少しお安くしていただけるということで、食べ物を無駄にしないっていうコンセプトでされてるので、そこもすごくいいなと思って、我が家そのパンの冷凍のために冷凍庫の大きい冷蔵庫を買い替えました。こちら今日購入したもので、ハード系とか、このお店の作りからとても可愛い、なんかあったかい感じがして、入りやすくて、で、笑顔でね迎えてくださいますしでもちろんねパンもすごく美味しいので、朝の幸せ時間です本当にありがとうございます感謝です。ありがとうございます。パンも楽しみます。美味しく召し上がってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。なんかいいですね。こっちからもたくさん窓があって、確かにこの厨房から見えるように、お客様にも見ていただけるように。そうですね、はい、別に覗かれても恥ずかしくない仕事をしてるとは思います、丁寧に一つずつ作りたいなと思って独立したんで、一つずつ丁寧にやることがこだわりっちゃこだわりかなと思います。クロワッサンとかもかなり大きく、はいはい、巻いてる感を出したかった。一個一個巻いてるように見えると思うんですよ、僕のやつを。高さをちゃんと出したいなと思って今の形にはなりましたけど。アホでしょはい、アホでしょ俺一人でやるっていう。いやでも本当にお一人たった一人ですもんね。体が動く限りは頑張ります。
りがとうございます。お待たせしました。ありがとうございます。凝ってますよね。美味しいなと思って。ケーキやらチョコレートやらなんかパン屋さん以外のことやってて。いらっしゃいませ。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。さよなら。小麦の風味を出すために石臼のちょっと粉を入れてこのミキサーがダブルアームミキサーって言って人間の手に近いような動きをする肘にダメージがあんまりなくて発酵だです。このミキサーとはあんまり見たことない。少しオートリーズ菓子パンですね。
このあんこ大阪に流通してなくて、兵庫県のあんこ屋さんなんですけど、美味しいから無理言って大阪にも流通してくださいって言って頼んでるんですよ。これはクッキー生地を上に乗せるクリームパンですね。食感楽しんでもらおうと思って、だからあえて中身のクリームは少なめにしてるんですよね。普通のクリームパンよりかは。お菓子屋さんがやりそうなクリームパンっていうなんかコンセプトで、この上にこうクッキー生地を絞って。これカスタードめっちゃ多いんですよ。思い出がラジオからね FM から届いて、あなたの心に届いていただいたことをありがとう。1年前からカレンダーに8-2バースデーとしてアーモンドプードルとマックYouTube とか中はスポンジとアーモンドプードルと、とりあえず焼けてから何しようかなっていう感じで。これザラメ。今回やったら誰や？もう一回焼くの？乾いてます？あ、いける。はい。AKB とか。AKB やったあれ。
フルンジって言ってクロワッサンの形したやつをこうバンって潰すんですけど、それとありきたりやなって言って渦巻きにしてやろうって発酵した生地をこうボンと潰すプレスやる。キャラメリゼもう一回焼いてこの表面をもうカリカリにしていくって感じで、これをもう一回焼く。こんな感じですかね。この辺がこうキャラメリゼになってて、多分表面ももう硬いんですよね、冷めたら。これは中にスポンジとアーモンドクリーム入れてて、ここにちょっと穴開けてなんか絞ろうかなみたいな。スポンジとアーモンドクリーム、ここのデニッシュの層が縦にしてるんで食感が多分面白いはず。どうぞ。よろしいですか。ありがとうございます。じゃあもうそろそろいけますかね。普段会話ばっかりしてる。全然 OK です。難しい。高知県シュパシュパしてるみたい。シュパしてて。ないでしょこの朝日を浴びない。この時間は邦楽のヘビーローテーションナンバーをお送りします何を言いたいのかを先にブレインダイブして基礎化粧品はい。そうなの。中中にのがきっかけですね。ありがとうございます。これって実際に運転食パンの中段の仕込み。お水はこの立山の水使ってすごい口当たりが良くてミネラル分が美味しいです。バターですね。四つ葉のバター。トータルバランスで言ったら四つ葉のバターが一番良かったかなって感じで四つ葉にしてますね。なんか
朝売り切れる分だけとりあえず焼いて、また昼から焼いて夕方焼いてっていうのを何回も繰り返して焼いてるって感じなんで、本当に6時とかからでも焼いたりとかしてるんで。それはどうして？仕事終わりに買いに来てくれる人がすごい多くて、パン冷めてたら俺やったら食べへんよなと。せっかくこういうオールスクラッチ法でやってるんやったら、焼けるんやったら自分らで焼いたらええんちゃうって感じ。上にダマンド引いてるんです。オザマンド。これはごまの生地にプラリヘーゼルナッツのプラリネ塗ってミルクチョコにアーモンドが入ってるを挟んでサンドします。割っちゃいます。こんな感じで。本来ちょっとラウンドのとこ。パンにうち結構なんかふざけてやってるとお客さん受けめっちゃいいんですよ。厨房の方に手振ってくる人とかいてるんで「来たよ」みたいな。これフランスパンですね。低温熟成させた生地の。これを前日の夕方に練って冷蔵庫でずっと置いてるって感じですね。イーストを使わずにルヴァン液で発酵させてるんで、ゆっくり発酵するタイプの生地ですね。手書きです。全部なんかその時によって変わったりするんで、プライスカードがはいかなり特徴的だっていうお話もあったんですけどこれどなたが考えられてる？私がたまに言ったりもするんですけど、シェフが大体言ってます。先ほど書かれたのはこれはこっちです。抹茶のゼリー、抹茶のムースに最後黒糖のゼリー入れて、あんこと牛皮です。豆うち自家焙煎やってて、それでどれですか？こっちのコーヒーゼリーコーヒーゼリー。はい自家焙煎のコーヒー豆をでハーブドリップしてからゼリーにしてます。なんか夏に毎年ゼリーやってるんですけど、ちょいちょい新しいの出て。これをなくなったら追加、なくなったら追加っていうのをやってますね。ここに
まあただ単純に猫の足にしとけば売れるかなっていう。ゴマ振るよりも足にした方が可愛いんちゃうと思ってる。クリームパンはアーモンドスライスが美味しいんですけど、アーモンドスライスが結構たっぷり。これがこう溶けて表面がちょっとカリカリになってって感じです。でアクセントにザラメを。ザラメ結構使うんですよね。食感とやっぱ味が美味しくて、食べた時にちょっとカリッっていう食感が。これがさっきのクッキー生地。この表面が硬くなってて、ザラメの食感と。層がバーって出てるから食感がもうザクザクザクってなって美味しいですね。これ猫。焼く方が美味しいので種類しかないやつもあります。もっとぎゅうぎゅうだったんですけど。6、はい。もう食パンは絶対買ってるのと、僕クロワッサン好きなんでクロワッサンはここで買ったアイスコーヒー、水出しアイスコーヒー美味しかったです。めっちゃうまかったです。よかった。行きやすい。ありがとうございます。この辺に住んでるんですけど、まあたまたま歩いてて見つけたというか、パンの紹介、一言紹介みたいなのがちょっとこう面白くて、家族も美味しいっていうから、スタッフさんもなんかすごい話しやすくて、まあ、楽しく来れてる感じですね。パンおすすめとか。おすすめ食パンですかね。このまま食べても美味しい。個人的にクロワッサン大好きなんで、このチョコクロワッサン、恵方ロールみたいなもん。恵方ロール、恵方巻きあるじゃないですか、それのこうパン屋さんバージョンというか変わり種で面白いなみたいな感じで買ったこともありますね。この辺すごいパン屋さんとかコーヒー屋さんとかたくさんありますけど、その中でもすごくお気に入りで利用させてもらってますね。イベントの時大体なんかやってますね。恵方巻きとかお任せでもう適当に作ってみたいな、ロールケーキみたいな。そうそう、もうそう。
スイカをどんどん焼いていくって感じですね。これね、野沢菜お漬物っすね。これを結構味の濃い方の野沢菜を選んでて、いらっしゃいませ。結構みんな映りたごろなんか神戸が違うらしい。そうなんや。よいしょ。上から手でパンをこのぐらい薄くして。これがムースですね。コーヒー。これがまあよくある一般的なちょっと普通のゼリーなんですよ。食べてもらっていいですよね。すみません。ありがとうございます。でこれが僕らが自分らで生豆から選んで焙煎した。濃さちょっと違いますね。全然雑味が入ってない分透明度すごい綺麗なんですよ。でもこれはコーヒーゼリー専用の豆みたいに作ってて、でここでムースでちょっと固めといて、さっきの自分たちが焙煎したコーヒーゼリーをこっちは多めに入れてますね。だから全然透明度が雑味が全然なくて綺麗に出るんですね。やっぱ液体がこういう風に流れてくるんで、これがこうムースにこう染み込んでいくんですよね。でこのムースが薄くしてるんで、この染み込んで濃くなるって感じです。これが抹茶のゼリーで、これが黒糖のゼリーですね。でこれが抹茶のムース、自家製の牛皮。これも味が濃い抹茶にしといて、こっちを少し薄くしてますね、味は。黒糖のゼリーですね。パン粉のせて、牛皮をこうのせる。これ全部自家製ですね。豆も選んできて、僕の嫁さんが焙煎しに行って、で豆持ってきて、ここで粉砕して、その後ろに自分らで入れて、パッキンして売ってるんですよ。どれかい？すごいね、これ。どうやって作るんだろう。すごい企業的。そうこれを楽しみにしたんです暑くなってきたからこれおやつでゼリーとかいいなっていう。はい、どうもありがとうございます。まあ1回か2回ぐらい鳴らすとそう 1,2 週間に1回は来てる感じですね。西洋わさびのパンが美味しくて毎週買ってます。店員さんもすごいフレンドリーで、すぐ覚えてくれたりとか。
なんか一回この西洋わさびがなんか店頭になかった時があって、あ、今日例の物ないねって話してたら、僕からこちらにありますってちょうど出来たてのやつ出してくれてまあそういうところがいいなって思ってますね。インスタとか見てると最近すごい忙しそうなんですけど、倒れずにこれからもよろしくお願いしますこれパン粉ですね。これでなんかただのカレーパンやったら面白くないよねってじゃがいも乗せる。これであとチーズ乗せて。気になった方は番組ホームページにリンクを貼っておりますので、ぜひこちらもご覧ください。今の最後、アイコンで検索してこんだけネギ入っとって売れるかなとか言ってたら案外なんかみんな好きみたいでネギが。いらっしゃいませ。みんな普通こうやって転がすんですけど、この親指でこう締めていってるんですよね。ガスまだある状態で、これでこうやるとガスが全部ここに抜けてて、このタイミングでガス抜いていってるって感じですかね。締めながら。
さんで一番しんどいのこれなんですよ。持ち上げる。走ればよかった。で、押しますね。みたいな感じで。しかも海外からのやつなので。ありがとうございます。お願いします。このままでどうぞ。大丈夫です。ありがとうございます。さよなら。バイバイ。食パンに生クリーム入れるんですよ。コクは別にそんなに重要視してなくて、この耳が柔らかくなるっていうぐらいの生クリームの量にしてますね。今から出てる。シロップに1週間ぐらいつけて、ラム酒のだからこうレーズンがシロップがこう染み込んでるっていうか、こうやると思う。これがレーズン食パンのレーズンですね。生地に対して 90% ぐらい入れてるって感じで、どこ食べてもレーズンが入ってるっていうのがやつですね。どこ入れてもレーズンが入ってるんですよ。レーズン自体がすごい柔らかいんですよね。だからそれの粒を潰さないように混ぜないと。甘いのこれでいいか。別にクルンジにしてもいい。あ、クルンジにしようか。リボンやめて。でも
かもしれない。前からここよく買い物に来て、パンは買いに来てるんです。クロワッサンとサウンドケーキと、これはアップルパイですか？クリームパンですよね。はい、凝ってますよね。割と美味しいなと思って。でもお店の方は親切ですよ。だからもっとお願いします。ありがとうございます。ないです。卵の量がこれめっちゃ多いんですよ。なんでちょっと乳化させるためにチョコレートを先に。ラム酒ですか？はい。もう香りがすごいですね。あ、うまいです。それでも焼いた後はアルコールはもちろん飛ぶので全然嫌な感じはなくて香りだけ残る感じです。ですね。ええことやん。くれる子やってもう一切レジの方とか見んでもすごかった。すごかったですね。めちゃくちゃ動き。なんか入れます。失礼します。これお二人だけですもんね。そうなんですよ。だからちょっと頑張らん時だけは。今まではどちらで働かれてたんですか？あ、シェフが巻いてたとこでそのままひっついてきた感じです。どうして行こうって思ったんですか？シェフが作るパン好きだったので、もうそれが見れなくなるなら意味ないなーって、その時にお声かけしてもらったから、じゃあ行けますみたいな。もうちょっとだけ僕回すんですよ。
置いとくって感じで。あと200だっけ？2人やってうまかった方がやる。じゃあお前それみたいな。そうなんですか。基本そうですね。なんかどっちかがやって、ちょっとこう情熱スタイルで歌いながらやって。いらっしゃいませ。これみんなね、マクン褒めるんですけど、焼いたん僕なんですよ。小鳥してるやつみたいな。はい、お願いします。パン屋さんなのに、これだけいろんなジャンルをやられてるのはなんでなんですか？もともと一番最初で働いてたとこがパンもやりつつケーキもやってたので、スタイルはパン屋がやる洋菓子みたいなんで、僕が大体できるとこの子が次できるようになるんで。もう何でもできてしまうんですか？全然。どうして独立するときにお声かけされたんですか？服装とか見とっても色彩センスがいいのと、あと勘が働くなと思って、分身みたいな感じの動きしてたから、これでいけるなみたいな。最初よりツヤが出てます。で、ちょっと流して伸ばして伸ばして最後伸ばしてで固めて終わりです。バレンタインここで買う人が増えた。これを運ぶ。逆に言うたら僕このチョコレート中身何も知らないですよ。中身がこれがさっきのフルーティーなダークチョコレートで、これがミルクチョコとヘーゼルナッツのプラリネを一緒に合わせたものが入ってて、こっちが抹茶の味が入ってます。こんな感じで僕語れるんですけどね。はい、ありがとうございます。これがリボンのパンです。これがモンブランです。美味しそうすぎる。可愛いってかこれ。でこれがアップルパイです。モンブランはインスタで見て美味しそうやなと思ってなんか買おうと思っとって、
でなんかリボンのパンはなんか見た目が可愛かったから買いました。アップルパイは初めて見た形のアップルパイだったんでアップルパイにしました。おしゃれやし美味しそうやしまた行きたいなって感じです。マロンクリームとカスタード。ありがとうございます。ここのレーズンパンすごいもっちもちですごい美味しいんですよ。水分がいっぱい入っててレーズンもプリプリしててすごい美味しい。今日はなんかインスタで載ってたリボンの形したパンかわいいなと思って、シェフの気まぐれって言ってなんかナッツとチョコかな入ったやつとクリームパン美味しそうやな。インスタとか見てるとすごいこだわって新商品をいっぱい作ってるなと思って、結構なんかケーキやらチョコレートやらなんかパン屋さん以外のことも結構やってて、これからもいろんなものをチャレンジしてください。はい、楽しみにしてます。はい、かわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。クワトロケニアっていうは40人格の造語ですごいなと思った人のなんかいいとこを取って作ったお店ですね。だから見た目もそうやし食感とかも5巻プラス第6巻で店をするみたいな目標じゃないですけど、クワトロフェニアさんのコーヒーが飲めるところを出してこの子に任せて僕はここでやろうかなと細々そうです。女の子が活躍できるような場所にここはしたいなっていう。私もできるようになったらいいなっていうのもあるし、一緒にやらせてもらおうかなっていう。100点。もうちょっといいコメント用意してくれたんです。俺シェフかっこいい。珍しくちょっとワックスしてきたからな。あれ崩れたけどすぐ。すみません、レーズン食パンもお願いします。
蔵庫の方にもミルクブランベーコンエピもお願いします。すごいアメリカンサイズになってます。今日は予約としてはかなり多い方。多いですね、今日はびっくりするぐらい。平日でこんだけ多いのは珍しいですね。オーガニックビーツの赤い色を使ってます。天然の色素を使ってます。
土曜日しか営業していないカレー屋さんのすごいこだわりのカレールーを分けていただいているので、結構カレーパンも人気ですね。1日10食限定です。よいしょ。美味しそうな塩バターパンです。このあんこも地元の老舗のあんこ屋さんのあんこを使わせて、池田製やんっていうあんこ屋さんになります。近所の牧場から牛乳を分けてもらって、黄身が鮮やかなオレンジ色の卵を使ってカスタードを炊いてます。自宅ですとこう我流で
パンを焼き続けてるところに妻の友達が習いに行ったらと和田岬にあるメゾン村田さんがパン教室をやってるところにそこに門を叩いて、このオーブンとミキサーは村田シェフから譲っていただいた機材なので、いつかこのオーブンを動かしたいっていう、それがずっとモチベーションになってやってきましたね。これフィストバンプさんっていうコーヒー屋さんのコーヒーシロップです。美味しいベリーっていうすごい甘くて上品な味のいちごです。
お子さんでも蜂蜜を使ってないのでお召し上がりいただけると思います。2つください。お二つ、はい。3点で800円になります。冷蔵庫の方にもミルクブランミルクブランとクロワッサンフラボワーズ。ノアレザーも2つと8点で3100円になります。
あんこデニッシュの詰めのと、はい、チョコチップパンの一つ。クロワッサンと満足のところかな。はい、クロワッサン。はい、それだけ。630円になります。そうなんや。結構なんか活発的な人だね。クロワッサン。あ、そうそう、フランボワーズがね。クロワッサンフランボワーズ。なんか今日のクロワッサンでかくない？でかくないですか？気づきました。でかいですよね。でかいです。なんかしないけどでかなってる。どうしよう、じゃあクロワッサンでしょ。ベーコンエピもお願いします。パンオショコラ。ありがとうございます。日替わりなんで、全種類。めっちゃ買いました。今日、明日の朝ごはんまで買いました。ほぼ毎週来てます。うちこの近くで畑やってて、ここもお野菜出させてもらったりしているのもありますけど、純粋に美味しいんで週1回の楽しみやと思って来てます。いや、どれも美味しいんですけど、今日金曜日でこのクロワッサンフランボワーズがあったんで、絶対これは買おうと思って来てて、私が一番買ってんの多分クリームパンですね。もうカスタードクリームがめっちゃ美味しいんですよ。その農家さんが出荷できないようなお野菜とか、積極的に使っていきたいなっていうフードロスの観点からそういうのもねできればなと思うので買わせていただきたいなと思って助かってます。いらっしゃいませ、こんにちは。今日は何を買われたんですか？フランスパンですかね。はい、カヌレとこれと、はい、これも結構カリカリっとして癖になる味、感触なんで美味しいんで、この食パンがこの辺りでは一番美味しいと思うので、ちょっと歯ごたえもあって、でちょっともっちり感もあるので、はい。そうなんです。すみません、12時15分でちょっとまだ早いんですけど、予約の生です。フランスがお一つ、クリームパンがお一つ、シナモンロールがお一つ、すべて。いらっしゃいませ。少々お待ちください。こちらで子供たち来られてたので。はい、ありがとうございます。カレーパンの2点ですね。26点になります。たくさんありがとうございます。ミルクフランスですね。あと塩バター。美味しいですよね。ありがとうございます。今日はご予約の方ご確認していただいてもよろしいでしょうか。クリームパンがあります。お買い物箱などお持ちですか？50円のお返しですね。ありがとうございます。またお待ちしております。お気をつけて。店名の由来について、もうズバリ旦那のパンです。もう周り近所に旦那が焼いたパンやねん、ちょっと食べてよっていうのでずっと配ってたんですよね。そこで旦那のパンやねん、旦那のパンやねん、旦那のパン、旦那パンってなったわけですよね。でそれをちょっとかっこよくアルファベットに書いただけでまさか僕がパン屋さんやるなんて結婚した当初思ってもなかったんで、家で使ってた電子レンジが壊れて買い替えることになったら、パンが焼けますよっていう内容にちょっと目が留まって、ちょっと焼いてみようと。妻が持ってきたオープンだったんで、そのオープンも壊れてなけりゃ、村田シェフとも出会うこともなければ、ここに引っ越してパン屋さんをやることもなければ、妻と一緒に雑貨と一緒にパン屋さんやることもなかったと思うので、もう全て妻と出会ったことが僕はターニングポイントだなって思ってるんです。すごく妻には感謝してます。ありがとうございます。
違う。美味しい。お年はおいくつなんですか95。毎朝。毎朝パン食べて。はい。近所にもパン屋さんあるけどまたちょっと違うのよね。で夢のような世界ですねこれ。
リームの生地。
こ
こ
こ
今はこれはサンドイッチの具材の準備の段階で、これで三角サンドはおしまい。
チャプチェのピタパンっていうあるんですよね。メニューの中に。これプルコギです。バラ肉が入ってますで今バラ肉の方を前日に赤ワインとかいろいろ香辛料で漬け込んだやつを炒めてから入れてるんです。あ、筋とバラで入れてるんですね。両方入ってる。でこれ沸騰してから1時間、その後野菜入れて。その後野菜入れて。はい。大体1時間、2時間弱ぐらいかかりますね。
れになるのは比較的いかがでしょうか。いらっしゃいませ。ありがとうございます。めっちゃ入って新作ラムレーズンのメロンパン、ドライフルーツ、ほらこっちこれは甘いパンばっかりこれであったらいやいやどこでも乗っけてどこかに乗っけてすみません。一本でよかったですか？あったかいんでね、開けてます。はい。これお持ちですか？2479円です。こちらね、お二つです。どうぞ、おはようございます。ありがとうございます。お越しください。こちらのお店はよく来られるんですか？週に1回以上、はい、このパン屋さんが美味しいって聞いて、で休みの日に来てすごい美味しかったんで、たくさん買われてましたね。5人分5人分、はい、家族みんなパンが好きなんで、長いラウンドのパンいろいろとなんかチーズとかさつまいもとかあれがすごい美味しいので必ず1種類は買ってます。最初に来た時から全種類も買ったんで、買って全種類1個ずつ制覇したんですか？毎回買って食べたので。コーヒーはこっちもらえるんですね。無料でもらってここで一つパン食べてコーヒー飲んで帰ります。立って食べるところがあるので。ここが食べる場所になってるんですか？あ、そうです。立ってね食べれるようになってるのでここでいただいて帰ります。はい、わかりました。ありがとうございます。半分ガッチャ返すわね。熱々やから。よいしょ。よかったら今食べられたら美味しいから。皆さんでどうぞよいしょ。お外でどうぞ。寒いですけど。
枚切り1つ。はい。1264円です。これめちゃくちゃ美味しい。本当にさっきも。ありがとうございます。カレーパンあったかいんでね、別にしておきますね。コーヒーはいかがですか。はい。のトルティーヌ焼きたてです。いかがでしょうか。いかがでしょうか。
ちらパンベクさんよく来られるんですか？たまに来ます。たまに来ます。今日は何を買われたんですか？クリームパンとか照り焼きパンいつも買います。子供結構気に入ってるパンを買いますね。これ照り焼きパン？クリームパンこんな感じですかね。袋ありますか？はい。すいません、お待たせしました。はい。ただいまよく来ます。あ、そうなんですね。はい今日は赤ちゃんと一緒で。赤ちゃんと一緒に赤ちゃんとこんにちは。5ヶ月です。いつもなんか何を買うんですか？コロッケコッペが美味しくて。コロッケ。コロッケコッペ。コッペ。うん。絶対買います。それは絶対買うんですね。なるほど。ライスはいかがいたしますか？5枚切りぐらいです。はい。私はつけますか？はい。お願いします。はい。1156円です。はい。コーヒー飲まれます？いいんですか？いただきます。はい。ありがとうございます。お待たせしました。さんよく来られるんですか？ファンです。できた時くらいから来てるんです。私食パンが好きなんですね。主人はあんパン。今日はちなみに何を購入されたんですか？たくさんありまして、シナモンロールとパンフライと1本買いました。これはお土産です。お気に入りで。ありがとうございます。そうなんです。こんな感じなんです。まず10個か。レーズン。これでいいや。ちょっと置いとってください。取りにくいやろ。これでうちの分です。うちは頼まれてあげるのもあるし、待ってるんです。美味しいから。夢のような世界ですねこれ。これだけ計算してください。これは。はい、ありがとう。個ぐらい買ったんですか？合計いっぱい。いつもこれぐらい買って帰るんですか？そう。やっぱりこう味が全然違う。
美味しい。近所にもパン屋さんあるけどまたちょっと違うのよね。あんまり近所ではこんなたくさん買わへんね。前の日から予約してで置いといてもらうわけ。そうそうそう、これでこれとさあんドーナツ、これを楽しみにしてでも何食べても外れはないわ。買わんかってよかったなって思ったことは一回もないわ。今でお年はおいくつなんですか95。95歳もうパンは日常的に食べるんですか？パンは。そうですね、毎朝違ったん買うてきてって買うてくれるんやけども、まあここが一番美味しいね。ここのコーヒーもまた美味しいのよ。まあコーヒー美味しいんですか？美味しい。パンデックは創業どのくらいなんですか2001年にオープンしてます。ちょうど去年で20年、今年21年目になります。30まで普通にサラリーマンだったんですけど、電線会社にちょっと勤務してたんですけど、はい、まあ脱サラしてで、まあ、5年ほど修行にどちらに？宝塚のパンネルからまあ独立したいう感じですね。このお店のおすすめの商品とかって何かあったりしますか？結構デニッシュ類結構人気で、あとはカレーパンも自家製のフィリング使ったりとかして人気ですね。まあできるだけ自家製のフィリングのできるものはやっていったりしてますね。あとは食パンが結構人気ですね。食パンとラウンド食パン。一番売れるのは何ですか？ラウンドで。ラウンドはやっぱメープルがもうダントツに出てますね。
これでいいや。はいはい。